はい、YouTube、オーノマン TV のオーノマンです。本日の動画は皆さん大好き株式投資の動画となっております。株の動画は約2ヶ月ぶり。月日が経つのは早いですね。簡単に私の投資スタイルを紹介しますと、約40万円ほどの鼻くそみたいな少額の資金をもとに信用取引を使って順張りのスイングトレードをするのが私の投資スタイルでございます。確か前回の動画では5万円の含み損を抱えているというところで話が終わりましたが、今回はその続きです。さらに本日の話というのが、過去のこちらの動画の中でお話しした2023年にオーノマンがショックを受けた出来事の一つ目になります。ショックな出来事の3つ目はこちらの動画でお話ししています。もしよかったらご覧くださいませ。さらに2つ目に関しては忘れなければそのうち動画にしたいと思います。それでは発表したいと思います。前回の動画でお話しした5万円の含み損を発生させた銘柄はというと、銘柄コード7735のスクリーンホールディングス。スクリーンと思ったあなたは株マニア。現在スクリーンはとんでもないことになっています。ところがショックな出来事として株式投資がランキングしたということは、そういうことです。こちらのチャートをご覧ください。私はスクリーンを10月20日7743円のここで買いました。買った理由は株価が全ての移動平均線の上に行ったこと。40万円ほどの投資資金の私にとっては7000円という高額な銘柄でしたが、いったれという感じで買いました。ところが私の意に反し、翌日から株価は全くもって芳しくない動きとなりました。そしてこの段階でついに含み損が8万円を突破してしまいました。とてもやばい状況です。というのは、資金が30万円を下回ってしまうと信用取引を利用することができなくなります。信用取引を使うからこそ少ない資金で大きな取引もできるのであります。しかし残念ながら私は株を手放すことにしました。理由は3つ。1つ目、株価が全ての移動平均線の下に行ってしまったから。2つ目、過去の安値を下回ってしまったから。そして3つ目、7000円の節目を下回ってしまったから。私は翌日の寄り付きでの成り行き注文を出しました。ちなみに私は日中株価の値動きを一切見ません。理由は惑わされるから。そう思いませんか？仕事をしている皆さんは日中のトイレ休憩の際に株価をチェックしてて、爆上がりしてて焦って買ってはみたけど、終わってみれば前日より値を下げてた。またはその逆、日中値下がりしてたけど終わってみれば前日より値を上げていたなんて経験はありませんか？元日に起きてしまった能登半島地震という震災が起きたにもかかわらず、年明けから日経平均は爆上がりしてるじゃないですか。大事なのはトレンド、流れに乗ることです。ファンダメンタルは関係ありません。そして私が決済注文を出したスクリーンは翌日2、3万円上昇しました。この結果損失は4万5千円ほどで済みました。8万円の含み損が4万5千円の損で済んだ。ラッキーと思ったのもつかの間。その翌日はこうなりました。わずか2日で買い値を超えました。さらにそこからまさに爆上げ。直近ではスクリーンは1万2000円まで上昇しています。単純に8000円で買って1万2000円で売っていたら40万円の儲けとなってました。これを含めまして11月の結果はというと、0勝5敗、儲けもちろん0円、損64,760円と全くもっていいところなしでした。
株価と情報に惑わされた一月でした。この結果、11月の投資資金は34万円となってしまいました。今の私には資金を補充するだけのお金も職もありません。大きな損を出したこと、そしてとてつもなく大きな儲けを取り損ねたこと、私は本当にしばらく立ち直ることができませんでした。今回の件を踏まえ、私が取った行動は復習でした。もう一回株の勉強をし直そうと思いました。私が参考にしている人は相場志郎先生です。私は相場先生を師匠と崇めていて、部屋には先生のポスターは貼ってはいませんが、一応相場先生が出した本もご覧のようにほとんど買ってます。もちろん全部1回は読みましたが、もう一度全巻読み返してやろうと思ってます。相場先生の手法はファンダメンタルは一切使わないテクニカル分析。チャートの中に出たシグナルによって株を売買します。こう見えても今私結構時間があるんで、ほぼ毎日読んでます。現在は4冊目に行ってます。そしたらですね、結構忘れてるんですよ。私が理解していたと思っていたシグナルの数々も、実はちゃんと理解していなかったことが判明しました。先ほどのスクリーンも本来なら翌日成り行き注文ではなくて逆差し値注文をしていたらよかったんですよ。前日の終値から翌日下がったら決済みたいな感じに。ただあの時の私は発生した8万円の含み損で冷静な判断はできませんでした。仮に逆差し値注文してこの大儲けを取れていたとしても、いずれまたどこかでやられていたと思います。だからそういう意味では復習しようと思わせてくれた良い機会だったと今は思ってます。本当は40万円は欲しかったですが、結果はすぐに現れました。翌12月に銘柄コード7269の鈴木と銘柄コード9101の日本郵船の2つで5万2000円ほど取り返すことができました。ちなみにですね、先ほどのスクリーンですけど、どれだっけな、この4冊の中のどれかに書いてありました。株価は大きく値を上げる前に1回沈み込むことがあるって。人間のジャンプと一緒ですね。これも知っているか知らないかの差です。ちなみにこちらの相葉先生の本なんですけども、正直言ってとても読みにくいです。というのは相葉先生自身が YouTube かなんかで言ってたんですけども、相葉先生は本の執筆の際、他の方たちのようにゴーストライターを使わず自分で書いているそうです。何が言いたいのかと言いますと、執筆に関してはプロの作家ではないから、突然親父ギャグを入れてきたりとか、文章の構成がめちゃくちゃだったりするんですよ。今ここでそれ言いますかというのがしょっちゅうあります。私が今読んでいる4冊目のこちらの株の空売りの本なんですけども、荒行ですね。なぜかといったら余計な親父ギャグが多いのと、私が先ほどから皆さんにご覧いただいているチャートの株価の動きを文字で文章で説明しようとしてるんですよ。だから1ページ1ページが進まない。苦行ですね。ほんと読むのがやめたくなってしまう、そんな一冊となってます。逆に今まで読んだ4冊の中で進めるとしたら、これですね。一生ものの株ドリル。これですね。12月に5万円取り戻せたのも、これで知識を再認識できたからですね。
これは2冊目のこちらの本をアップグレードした感じ。で、あと、シグナルごとに、数学でいうところの公式ごとに分けられているので、とても理解しやすいです。それなのに、4冊目になったら、もう長文の中に公式を紛れ込ませて、で、さらに長文で挟み込むみたいな荒行ですね。こちらの本は説明欄にリンク貼っておきますので、興味のある方はぜひお買い求めください。ちなみに今年は年明けから株価が上がってますけど、今年から2027年にかけて株は上がり続けますよ。もちろん日経平均はバブル期の最高値も更新しますし、4万円だって超えます。秋にアメリカの大統領選挙でトランプさんが再選するので、そこから一気に行きますよ。だから皆さん、投資をやりましょう。ちなみに私が考えるやってはいけないもの。一つ目、タンス預金。二つ目、銀行に預金。三つ目、宝くじを買う。四つ目、投資の詐欺話に乗るです。タンス預金や銀行に預金するなら、せめて日本国債を買いましょう。10年国債の金利は普通預金の金利の500倍以上ですよ。だから銀行は国債を買ってるんです。わかりますか？皆さん、共にお金持ちを目指しましょう。ということで、本日の動画は以上です。もしこんな株式投資をしている無職のおじさんに興味のある方はぜひ、チャンネルの登録をお願いいたします。それでは皆さん、バイバイ。